ちょっと何これ、ノートも投げたくなりました。完全に失敗しました。どうも、ジュリといつまでもへようこそ。メインテーマについて話を始める前に、まずは一言を言いたいです。今この動画撮ってるところなんですが、登録者は1000人、視聴回数は1万に超えてるんです。ありがとうございます。皆さんの応援と温かい言葉に感謝しかないです。もう一回ありがとうございます。では始めましょう。今日はちょっと私の個人的な話をしたいと思いますが、テーマは私と日本の関係です。私はジョージアの人で、ジョージアに日本語はそんなに必要はないんですね。だから多分なんでこんなに日本語を話せるとか、なんで勉強を始めたのか思っている人いるかもしれませんね。でも最初からこんなに話せたわけじゃないんです。最初は完全に失敗してます。はい。で、今日は私がどうやって日本語と出会ったのか、どんな勉強をしてきたのか、どんな失敗をしたのか、そんな話をしようと思ってます。最初に日本文化と出会ったのはジブリの映画もののけ姫です。テレビで見たんだけど、私が子供だったから、何歳ぐらいかな。その時は多分まだ小学校も行ってないし、5歳ぐらいかな。めちゃくちゃ怖かったんですよ。特にイノシシのシーンです。イノシシがたたり神に変更してる瞬間、もうあのシーンが怖すぎて布団の中に入っちゃって隠れたんですよ。ほぼトラウマになりました。もののけ姫までもアニメと出会いがあったけど、その時にそれはアニメだと知らなかったんです。ママと一緒にママの友達の家に遊びに行ってて、ママの友達の子供たちはテレビでセーラームーン見てて、私も見ようとしたけど、正直あまり好きじゃなくて、何なのこのノンセンスと思ってた。でもそれからはだんだんアニメに興味が出てきて、次にハマったのはジェティクスっていうテレビチャンネルで、配送されてたのはシャーマンキングとナルト、その2つのおかげで日本のアニメに興味が出てきました。もう本当に毎日夜の10時ぐらい放送されて、それになるとお母さんもお父さんも一緒に見てくれたり、一緒に笑っていたりしていたから、もっと面白かったです。それは私の子供の頃の、大事な思い出ですよ。ということで、アニメの影響で日本語のセリフ、アニメで聞く日本語のセリフちょっと
分かるようになりたいなと思って高校生頃一度日本語を勉強しようとしたことはあります。だけど完全に失敗しました。まずはもちろんどうにかひらがなとカタカナを学んで、文法は全然頭に入らなくてすぐに挫折しました。いや、多分文法よりも漢字が難しくて、全然意味もわからなくて、読み方とかね、ノートも投げたくなりました。それで一回諦めてしまいました。一回諦めちゃったんですが、2回目のチャレンジは成功でした。大学4年生、日本語の授業を受けて、素敵な先生に出会いました。本当に最高の先生でした。厳しいふりをしていたが、なんかめちゃくちゃ優しい先生で、その先生から日本のこともいろいろ知って、授業も楽しくて、あとは一緒に勉強してた子たちもめっちゃ仲良くなってくれて、一緒に授業で過ごす時間大切にしていました。みんなで先生と冗談言ったり、教材説明してもらったり、わからないところをお互いに教えたりことが多かったから、こうやってみんなで日本語を勉強するのが大好きになりました。その時間が大切にしていて、日本語も分かりやすく簡単になりました。最終的に、クラスのみんなで N2 レベルの半分ぐらいまで勉強しました。でもやっぱりそれだけが足りなかったので、1回日本語能力試験の N2 レベル失敗したこともありました。失敗のことで結構落ち込んでて、日本語に関連の関わりできるだけ少なくしようとしていました。なんかその後自分の考えをちょっと整理できたら、もう一回受験しないと、上達しないと、してみなかったら今までの勉強は無駄でしょってみたいなことを考えてて、もう少し自分で勉強を頑張って合格できました。その時私より嬉しかった人どこもいなかったかも。日本に対して興味が深まった理由は日本の美術です。日本の美術と文化の授業大学で取りました。特に浮世絵にハマりました。好きな学科は葛飾北斎と小林清親です。知っていますか？浮世絵の風景画で最も有名な学科の一人はもちろん葛飾北斎です。彼は特に大和波、繊細な筆致で知られ、水辺の風景を特徴的に描きました。また朝焼けや夕暮れ、月明かりや星空の下の現象的な風景が魅力的です。次の好きな画家は小林清親で、この人は浮世絵の夜景を描いてたことで一番有名です。彼は光と影の劇的な表現で知られ、黄昏な夜の風景、月明かりなどの幻想的な照明効果を
巧みに描きました。大学で授業を受けていた時、この2人の作品は一番好きになりました。浮世絵私も持っていたいなと思ってるんですが、有名な作品じゃなくてもね、買うことができるかな。誰かいいところ知りませんか？教えてくれたら嬉しいです。大学を卒業した後、日本語ドラマめちゃくちゃ見ました。ドラマを見て日本語のいろんな表現や変な言葉もいろいろ覚えました。初めて見たドラマは恋空でした。ドラマじゃなくて映画ね。なんか初めて見たらちょっと何これと思いましたが、なんか演技もあまり好きじゃなくて、ストーリーもなんか微妙だなと思って、でも初めてのドラマはそれでなんかちょうどよかったなと今は思う。なんかその後もっと見てみて、なんかいいドラマいろいろ出てきました。一番好きなのは作家の途中の家。皆さん見たことありますか？見たことない人はぜひ見てください。おすすめです。その後は日本のことと再会は飛び出して日本人のオーナーがいてコワーキングスペースでした。そのコワーキングスペースで働くことになって、そこで日本語を使える機会も増えてきました。日本人のお客さんもたくさん来てて、その中で2人と結構仲良くなりました。1人は同僚になってからベストフレンドになってくれました。その2人といっぱい話して、いっぱい話も聞いた間にどんどん上達できました。それからはもう教科書的な日本語じゃなくて自然な日本語ぐらい話せるようになりました。この前の動画で日本語話せる理由は先生と友達って言ってたことを覚えていますか？それは本当にそうだったんですよ。大学では先生と同じクラスの子たちの友情で、または仕事でできた友達のおかげでさらに上達できました。それは本当にみんなにありがたいです。そして2023年の9月についに日本に行きました。最初に日本に着いたら日本語で話すことが恥ずかしかったんです。あまり日本語使わないようにしていて、なんか友達と一緒に出かけたら友達に店員さんとかと話してもらったりしていた。はい。でも時間が経って慣れたらその気持ちが失っちゃいましたよ。日本に行ってみて本当に日本語勉強してよかったなと思いました。そんな感じで私と日本の関係は恋愛みたいですね。最初はドキドキ、途中で喧嘩で、今は長年の付き合いって感じ。ではまた次の動画で会いましょう。会わなかったらたたり神が来るかもしれないよ。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。